日本史家康と信長。徳川家康と織田信長は戦国時代としては稀に同盟関係を信長が本能寺に倒れるまで21年間も続けた。家康と信長はなぜ長期間にわたって軍事同盟を保つことができたのかを詳しく見ていこう。徳川家康と織田信長が初めて対面したのは家康が6歳、信長が14歳の頃だと言われている。家康は6歳の時から約2年間、信長の父、織田信秀によって尾張名古屋にある織田家の菩提寺、万象寺に軟禁されていた。家康は今川家の人質になるところを誘拐されて織田家に売られたとも、また最初から信秀の人質になったとも言われている。その後に人質化によって今川氏の駿府で人質生活を10年以上も続けている。1560年永禄3年桶狭間の戦いで今川義元が信長に討たれると、家康はやっと人質生活から解放され独立することになる。桶狭間の戦いの翌年、家康は信長と軍事同盟、いわゆる清須同盟を結んでいる。徳川幕府の記録には同盟が次のような内容であったと書き残されている。今より織田氏と徳川氏は水魚の交わりをなし、領家をもって天下を定めん。織田が天下を統一すれば徳川が帰化となり、徳川が天下を統一すれば織田がその帰化となるというものであった。しかしこれは徳川幕府によって後に創作されたもので、本当は織田氏に有利な内容であったと考えられる。なぜ両者の間に軍事同盟が結ばれたかといえば、幼少期から家康を知る信長がかなり信頼を寄せていたからである。実直で忠実な家康を信頼した信長が東の憂いを断ち、美濃への侵攻に集中しようと考えた。一方の家康も三河と東への領土拡大に先進できると期待した。つまり清須同盟は信長と家康の利害がうまく一致したために結ばれたのである。しかし締結後は苛烈で冷酷な信長の性格に家康は苦しめられることになる。1570年元亀元年、信長は朝倉義景の討伐に家康の出陣を要請する。金ヶ崎に侵攻した織田軍だが、突如として浅井長政の裏切りにあって袋のネズミ状態となった。信長は一騎掛けで京都へ逃げ帰り、羽柴秀吉がしんがりを務めた。ところが家康には信長が帰京した翌日まで何も知らされなかったのである。信長はあまりに急いだために家康への連絡を怠ったのである。秀吉が家康に伝令を送り、二人はしんがりとして九死に一生を得て、なんとかここを脱したのである。軍事的には天才で革命児だと称賛される織田信長だが、同盟者には身勝手で冷酷な行動が多かったようである。徳川家康は幼少期からの人質生活で桁外れの忍耐力を身につけたと言われる。その家康だからこそ信長との同盟関係を21年間も維持できたのである。冷酷な信長であったが、長篠の戦いに関しては優しさの一面を覗かせている。1575年
天正3年、家康は長篠の合戦で当時最強だと言われた武田の甲州軍団と対峙する。8,000の徳川軍は15,000の武田軍に取り囲まれて絶体絶命の窮地に陥った。その時、信長は自ら3万の兵と3,000の鉄砲隊を引き連れて現れたのである。信長軍の前に最強と言われた15,000の武田軍は10分の1の1,500余りを残して壊滅する。この長篠の合戦を契機に武田氏は急速に没落していくのである。ところで同盟関係が最大の危機を迎えたのが1567年永禄10年の築山殿事件である。今川氏の人質時代、今川義元の姻戚関係の築山殿と家康は結婚。嫡男の信康が生まれている。ところが信長は家康の忠誠心を試すために築山殿と信康が武田氏に内通しているので殺害しろと命じる。信康の正室は信長の娘徳姫で、この事件は嫁と姑築山殿の感情的なもつれが関係していたようである。家康は泣く泣く築山殿と信康を処刑している。並外れた忍耐力の持ち主であった家康であったからこそ、徳川家存続のために家族を犠牲にできたのである。家康と信長の清須同盟はひとえに家康の忍耐力によって維持できたのである。1582年天正10年6月2日、織田信長は本能寺で明智光秀に討たれ49歳の生涯を閉じる。この時、徳川家康は信長の招きで堺に来ていた。堺の町で信長が討たれるのを訃報した家康は40人余りの友の者と伊賀越えを行い、無事に帰国している。本能寺の変の黒幕が家康との説もあるが、状況的に見て家康にメリットはなく可能性は低い。家康はその後に天下人となった豊臣秀吉にも信長の時と同じように仕え、秀吉の死後に徳川幕府を築くのである。冷静沈着で幼少期に培った並外れた忍耐力で武将たちの信頼を勝ち得て、徳川家康は天下人への階段をゆっくりと上り詰めていくのである。